こんにちは。チキチキバンバンマリコです。しもです。はーい。じゃじゃ今回ですね、はいついにこのポータブルエアコンを導入することにしました。ーん、やったー、待望の。待望です。ありがとうございます。ありがとうございます。まあやっぱね、うん九州旅行してきたんだけど、うんもう暑い。そう、ちょっと想定以上に暑い。まだ4月なんですよ、これでも。ね。もうね、車内がね、本当に温度が上がっちゃうから、夜寝る時とかもう寝苦しくて、うん二人ともすごい布団を蹴飛ばして今寝てるよね。そうそうでなんかもう夜中に目が覚めちゃうんだよね、暑くて。そう本当はね、なんか導入しなくても、エアコンはいいかなーって思ってたんですけど、やっぱり必要だっていうことで、今回こちらのエコフローさんのウェーブ2っていう2代目のポータブルエアコンをありがたく提供していただいたので導入していこうと思います。はいということで早速開封していきます。いきなりですが音声が取れていなかったのでここはナレーションで失礼します。上の箱に入っているのが Wave2 の専用バッテリーパック、下が Wave2 本体になっています。でこのバッテリーパックを使用するとなんと電源なしでエアコンを使うこともできます。であとはダクトエンドのカバーとダクトがサイズ違いで2本、排水ホースが1本ついていました。そしてこれがメインのエコフローポータブルエアコン Wave2 です。14.5 キロなので女子1人でも結構軽々と持てました。あとは結構嬉しい付属品としてダクトのサイズがわかる DIY 用のボードもついていました。これを使うとオリジナルの窓カバーが簡単に DIY できます。ということで早速車内に設置してみます。車内に持ってきてみました。はいこのね商品自体は結構ちっちゃいなって思ったんですけど、うちらの車内も結構狭いのでまあまあ存在感があるね。ねあとこの辺ちょっと開かなくなっちゃうかも。確かにずっと置いてるわけにはいかない。ひとまずここに置いてます、はい、じゃあ早速オンしてみます。はーい電源ボタンを中押し。はいおおすごいタララララララってついたね。あ、出てきた。もう涼しい。あ、もう涼しい。すごい出てきた。画面見やすいね。見やすい。なんかここに全部集約されてる感じが見やすい。ボタンも4個しかないのかな。ここが M って書いてあった。多分モードかな。お、今マックス強くなった。あ、これお休みモード。多分静かなんだ。あ、音静かな。本当だ、めっちゃ静かになる。省エネモードっていうこの3つの切り替えがこのボタンか。設定温度の上げ下げ。何度まで下がるんだろう。あ、16度。で、上がもう30度まで。結構幅広いね。右側が風量調整ですね。多分ここがバッテリーパックをつないだ時の残り分数。今は電源につないでます。でね、この左上が、これね、なんかドレインフリー機能っていうのがついてるらしいんだけど、なんかやっぱり湿度が高かったりすると水が溜まってっちゃうのって、でそういう時のなんか水の溜まってる残量を教えてくれる。でね、なんといっても、これのすごいところが、暖房もいけちゃうんだよね。でその切り替えがここにありました。おー、暖房になった。ここが太陽マークになって、しかもランプがオレンジ色になった。本当だ。あ、そしてなんか熱風き始めてる気がする。本当だ。これさ、夏のために導入しようと思ったけど、冬も使えるっていうのが本当にありがてえ。嬉しい。でしかも送風もいけちゃいます。いいね。送風モードの時はちょっと白っぽい光なんだ。いや、使いやすいね。使いやすい、わかりやすい。本当見ただけでわかる。やばい、届かないこれ。全然届かないじゃん。ここに置けないってことじゃ。そうだね。入り口塞いじゃうけど、こっち移動する。いったね。ちょっとどこにあるか考えよう。ちょっと考えよう。あれ、なんか思ってたのと違うね。あれ。はい。じゃあダクト取り付けていきます。こっちが吸気、こっちが排気になってます。ダクトエンドを設置。あ、めっちゃ簡単。カチっていったね。ね。で、ロック。おー、いいねいい
ちりいくね。うん。結構長いんじゃないかよ。あおお長っ。今回はこんな感じかな。そうだね。ゾウさんみたいな感じでやっていこうと思います。パオン。こっちのダクトの方がちょっと細いね。オッケー。ついた。おー。なんか面白いね。窓のパネルはちょっと今日は簡易的にこのビニール袋で作りたいと思います。じゃあこの穴のところを切ります。はい、切れました。これを窓に設置します。はい、じゃあこの簡易カバーをつけます。はい。簡易的な窓パネルできました。パネルとパいうのネルというのかかこれは。あ見えてる？見えてるよ。ギリ。でもダクト2つつきました。こんな感じでつきました。外から見たらこんな感じです。ちょっと異様な感じ。異様な感じです。ビニール袋だけだとなんか若干隙間があったからついてきた DIY ウィンドウパネルみたいなものをつけました。これでほぼほぼ隙間がゼロになりました。暑いな。暑い。締め切ったらめっちゃ暑くなってきたんですけど、今まだね、車内の気温が 27.4 度で、できればさ、夏で使う想定でやりたいので、30度以上まで暖房を使ってね持っていこうと思います。はい、暖房もね使えるし一石二鳥だね。ね。暖房モードの時は排水ドレンホースが必要らしいので、ドレンホースをまずつけます。はい。シンクがあるのでここに排水します。じゃあ暖房をつけます。で一番温度上げるよ。うん、30度いっちゃえ。これ高い位置に排水できんのかな思ったけど。確かにめっちゃ伸びてるけど上に。まあ水が溜まってきたら圧力でいくからちょっと物理に反してるね。あーなんか熱いの出てきた。暑い今私の体温よりもだいぶ暑いのが出てる。多分ね48度ぐらいな気がする。ここすごくない？そんな機能あんのマリコって。あ、そういえばこれさ吹き出し口のねうん。温度も分かるらしいよ。ここの表示なんだけど今はこの環境この室内の温度になってるんだけど、一番左のボタンを長押ししたらここの吹き出し口の温度になるらしい。おお。 48度もなかったで今364ワット出てる。少な。うん少ない。へえ。 1000とか出るのかと思った、暖房。ね。うん私たちさポタ電だと4000ワット持ってるじゃん、うんポタ電だけで使うと10時間以上使えるね。うん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 。30.8 度までいってる今。暑いです。ちなみに今日の外気温は21度です。はい、でもねこんぐらいでもねやっぱ日があるとさ車内30度とか普通に超えるよね。全然超える。ね、朝こんぐらいな気がするもんいつも。ねだからもう真夏とか今のままだと生きていけないよね。無理。じゃあねお楽しみの冷房使っていきたいと思います。でねなんとねこのエコフローのウェーブ2は、たったの5分で10度下げられるらしい。いや本当かな、ね、5分ですよ5分。本当かでもう16にしちゃう。そうだね、最大でいっちゃおう。よし。あー早速ちなみになんかそれぞれのモードの時のワット数とかもちょっと気になるな。確かに今ね16度で設定してるんだけど、今430ワットぐらい使ってる。おー、あ結構出るね。まあ、でもそれでも思ってたよりは全然少ないね。確かにね430とかできるんだね。確かにね。お休みモードだった消費電力は260ワットぐらい。勝手に26度設定の風量も1になっ本当だ。た。すごい静かじゃない？めっちゃ静か。ね、さっきまでおーんって言ってたけど、一晩中使えそう。いいね、うんこれ結構使えそう。ね
でエコモードでさっきのお休みと同じ26度設定にしたら225ワットぐらい使ってる。だいぶ、マイナス40ワットぐらいかな。でも確かに若干うるさいね、お休みモードよりは。なるほど、そこが違うのか。そういうことだ。じゃあマックスで16度で、さあめっちゃ寒い、めっちゃ寒い。もう早速涼しい風が出始めました。よし、マックスで下げてくれー。頑張れちなみに今の気温はなんと上がって31度です。ー。本当だ。本当に5分で10度いけるのか。検証スタート。一旦5分経ったんですけど、約1度ぐらい。おかしいね。うん。なんでだろう。あれなんか10度下がるのは1500ワットの冷房使用時、重粒米の空間でおよそ5分で10度冷却させることができます。1500ワットっていうのがなんか出てない気がする。全然出てない、ね。今300ワットぐらいしか出てない。一応マックスで風量もマックスでやってるんだけど、1500ワットってどうやったら出るの？ちょっと調べます。はい。あ、でも言うてる間に 29.6 度まで下がったね。だいたい 1.5 度ぐらいまでは5分で下げることができました。はい、ちょっとね調べたんだけど実際よく分かってないです、だけど、分かったこととしては、さっきの1500ワットの冷房使用時っていう、その1500ワットっていうのはなんか能力、冷房能力のことで、消費電力とは違うみたいです。じゃあ室内温度が下がるまでちょっと1時間ぐらい置いてみたいと思います。はい。今は 28.3 度で2時58分。ちょうど開始してから20分ぐらい、38、9分ぐらいに始めたもんね。その時31度だった、からじゃあそのまま3時39分まで1時間待ってみようと思います。はい。ここめっちゃあったかい空気出てる。排気口すごいよ。多分43度ぐらいここ。その機能あるのかな。どうかな。1時間経ったね。ここ暑いんだね。あ、めっちゃ涼しい。なんだまだ見てない。一緒に見よう。一緒に見よう。せーの。25.7 度。でもなんだそれ。5.3 度です。あれ1時間待ったけど。でもさ、体感めっちゃ涼しくない？寒いぐらいなんだけど。寒いぐらい。多分この辺はすっごい今16度に設定してるからめっちゃ寒くて、この辺はちょっとまだ暖かい空気残ってんのかもね。確かにこの辺なんかこの辺ちょっと暖かい空気の入れ替えしてない感じ。なるほどね。めっちゃ涼しいよこの辺。普通にめっちゃ快適。実際ね、ちょっと下の方に冷たい空気って下がるから、ちょっと下の方に置いたんですけど、そしたら 22.9 度になった。結構上の方と3度ぐらい違うんだね。いや実際そうだよね。うちらのさ車の中にいて、この辺にさ座ってる時と下に座ってる時全然体感違うよね。全然違う。なんかさ、一人が結構ベッドの上でメイクして、一人がこっちでメイクすること多いけどさ、ベッドの上にいるとめっちゃ汗かいてくるもん。一生メイク乗らない。そう。なんかさ、こっちにこうホースでさ涼しい空気をくれたらいいよね。実はこのエアコンの使い方で、こうやって室内に置くパターンと室外に置くパターンと2パターンあるみたいで、室外に置くときはこのダクトをつけずに、逆にね、ここに吹き出し口にダクトをつけて、涼しい空気もしくは温める空気だけを中にこう入れ込むっていう使い方ができるらしいんですよ。だからここからね、向こうにこうダクトを伸ばしたいんだけど、そのダクトはこれと共用、だから室内では使えないんだよね。なんか私は一個ちょっと思ったのは、ダクトは絶対になきゃいけないものなのかな。確かに。
私たちのさ車って運転席側の方にそうやって扉をつけてるじゃん。室内とあっち側仕切られてるから、あっち側から吸気してこっちに涼しい風を送るみたいな使い方できないのかな。できそう。じゃあここがちょっと開いちゃうってことか。そう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 、そこだけ開いちゃうんだけど、まあ、壁は一応あるから。はい、ちょっとね2人でいろいろ考えて、結構別の方法で試すことにしました。はい、さっきまでは普通に外にホースを出して、外の空気とかを取り入れてたんですけど、こっちを外、こっちを室内って見立てて、運転席側にもうエアコンを置いちゃって吹き出し口を室内に持ってくるっていう形にしてみました。はい、やっぱりね、道の駅とかでさっきのダクトを2本出すっていうのはなかなかやりづらいし、防犯的にもねちょっとね、なるべくねダクトを外に出したくないっていうのをすごい考えて、ちょっとこの形で本当に冷えるのか検証してみようと思います。はい、運転席と助手席の間に結構シンデレラフィットしていて、吹き出し口がピーン。こうやって閉めればね、すごいもうこの隙間ここだけになるところになんか台のようにこの状態でひねんないようにしないと。そうだね今水出したら大ごと。はい、先ほどと同じで急速モードで設定温度は16度、風量もマックスの状態で検証していきます。立った時に顔の位置に涼しいのが来る。めっちゃ最高なんだけど、なんかやっぱ上半身冷えるのいいね。これいい。今ちょうど4時半です。で 29.2 度、ここから検証していきます。ちょっとね今15分経ったんですけど 27.4 度まで下がりました。おー、結構下がった。 1.7 度。この方法いいかも。いいかも、しかもめっちゃ涼しい。実際ここにいるとめちゃくちゃ快適だよね。さっきさ、足元だけめっちゃ冷たかったじゃん。だけど今はもうなんか全体的に快適になった。いやー、こっち側30度超えしてます。はい、暑いですね。やっぱね、この排気口から暖かい空気がねすごい出てるのよ。これでねやっぱこっち側は温められちゃいますね。うまく窓から排気してくれるといいなって感じですね。続きましてこちらのバッテリーパックの検証をしていきたいと思います。はい、でこれがあることによってさっきこちらをね AC 電源につないだんですけど、これなしで動くらしいんですよ。すごい。電源なしで使えるってすごいよね。なんかね最大8時間ぐらいいけるらしいのでちょっと楽しみです。はい、じゃあちょっとつけていきます。はい、この辺からか。おお、簡単。気持ちかった。今カチッって音がね。この一体型になるのいいね。今はただまだ乗ってるだけなのでこれで接続します。はい。おお、すごい。これもなんか無駄に長くなくていい。ちょっとなんかこのコードが確かにめっちゃ邪魔。これしまえたりしないのかな。そういえばこのなんだろうって言ってたやつ、コード巻くやつっぽい。へえ。ここが開く。ああ、ここにこれをつける。おお、カチで多分ぐるぐる。なるほどね。確かにブラーンってなってるよりはいいね。準備完了ということで、さっきと同じ形で設置しました。ここにコードがないだけでもめっちゃスッキリするわね。これでちゃんと機能してくれるんでしょうか。はい、やってみましょう。さっきはね表示されてなかった右下のところの表示が増えた。今バッテリーが4分の1しかなかったけど、フル充電にして検証すべきだったね。そうだね。まあでもその1ってことは 25% ぐらい残ってる状態で 1.2 時間、ってことはフル充電だと多分 4.8 時間5時間ぐらいそうだねは持つってことだ。はい、でこのバッテリーパックなんですけど、4通りの充電方法に対応してます。で1つが AC、2つ目がソーラーパネル、3つ目がシガーソケットで、最後4つ目がエコフローのポータブル電源による急速充電。エコフロー製品同士だと急速で充電できるみたいな、いいね、あるらしいです。ということで
今日はすごい暑い検証でしたね。ね汗かいたね。ねなんでだ、クーラーの検証でなんで汗かいてんだ。一回だって暖房入れたりしたから。そっか。だからちょっとね、検証では5分で10度冷却っていうものはできなかったんですけど、やっぱり冷たい風があるってだけでもすごい寝やすいなって思った。本当になんかさ、温度としては、数値としては 1.5 度しか変わってなかったりしたけど、体感は5度以上は変わってた。だよね。あとね、やっぱり本当に家庭用のエアコンとかを積もうと思うと、室外機の設置だったりとか、ドレーンもうね車体に穴開けなきゃいけなかったりとか、そういうのが大変になっちゃうと思うんですけど、ポータブルエアコンだと本当そういう工事が不要になるのがやっぱりいいなって思いました。すごいよね、画期的。あとさ、やっぱり寝る時に一番欲しいじゃん。そうだね。で騒音がめちゃめちゃ不安だったんだけど、あのぐらいだったら全然快適に寝れそうだよね。44デシベル、めっちゃ静かだった。すごい静かだった。いや本当に車中泊のために開発されたポータブルエアコンだなって感じました。はいね、今後私たちが運用していくにあたってちょっと問題かなと思ったのが、やっぱり置く場所問題と消費電力問題かなっていうところだよね。電力結構増えて生活できるようになったけどさ、そこにこれが来るとなるとなかなかね、また容量足りるのかなっていう心配とかも出てくるよね。ちょっときつくなるんじゃないってまた思ったりするね。そして置く場所問題もね、運転席と助手席の間に置いたんですけど、普段そこにミニポタちゃんがいるんですよ。でその子がいなくなることとかを考えると、やっぱまた置き場所をねいろいろ模様替えしていかないとなっていう問題があるね。ね、ちょっと本当にそこについては車中泊をしていく中で使っていって、また考えて、この理想の形が出来上がったらお伝えできたらいいなと思います。そうね。あと1個だけこの機能あったらいいなって思ったのが、やっぱタイマー機能。実際さ、寝るときは快適だけど、朝めっちゃ寝汗かいてるみたいなこと多くない？そうやっぱ日が出てきてから車内が一気に温められちゃうんで、だからその時にちょうど電源をオンにしてくれるっていう機能があれば、消費電力もね抑えられるし、なんか快適に寝れるし、いいんじゃないかなって思いました。めっちゃいいと思う。エコフロさん、ウェーブ3の時にぜひつけてください。はい、とはいえめちゃめちゃいいエアコンに出会えてね、夏直前のこの時期にこれを手に入れられて本当にラッキーだったね。ありがとうございます。はい、夏の車中泊もこちらを使って快適に過ごせたらいいなと思います。はい、ぜひ今後も見てください。ということで今回も見ていただきありがとうございました。少しでもいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。詳細は概要欄に載ってます。